新年の悲劇と最初の被害者。1977年、昭和52年1月4日、午前0時、東京の品川駅近くで、新幹線ビュッフェで働く6人の従業員が、その日の仕事を終え、会社の寮へと戻る途中でした。彼らは駅前の第一京浜国道を横断し、港区高輪4丁目のスケートセンター脇にある公衆電話ボックスの前を通りかかります。その時、仲間の一人が、電話ボックスの下に10円玉が落ちているのを見つけました。電話ボックスの中折れドアを押し開くと、床にコカ・コーラの普通サイズ、190ml の瓶が1本転がっているのが見えました。当時はまだ瓶容器が主流の時代です。栓もしてあり、誰かが電話中に忘れていったのだろう。ラッキーだな。拾っていけよ。という仲間の声に、一人の女性従業員は、私はコーラは飲みたくないから。と、同行していた一番若いアルバイトの高校生、檜垣明、16歳、にコーラを渡しました。明は京都の高校1年生で、冬休みを利用し、新幹線内の食堂でボーイのアルバイトをしていました。午前1時ごろ、寮に戻り入浴を終えた明は、娯楽室に集まっていた仲間たちがビールを飲み終えるのを見届けた後、食堂に置いていたコーラを取りに行きました。栓を抜き、一気に飲もうとした瞬間です。このコーラ、腐ってる。明は口に含んだコーラをすぐに吐き出し、水道の水で口をすすぎましたが、コーラを口にしてわずか5分ほどで、明は突然倒れました。両拳を握ったままうつ伏せに倒れた明は、すでに意識不明の状態に陥っていました。明は病院へ運ばれましたが、午前7時半過ぎに死亡が確認されました。検視の結果、彼の体内からは極めて強い毒物が検出されました。第二の被害者と連鎖する恐怖。事件を把握した高輪署は、現場にあったコーラの瓶を警視庁科学検査所に送り、鑑定を行いました。その結果、瓶の中身から致死性の毒物の反応が検出されました。さらに恐ろしい事態が、最初の現場から約600メートル離れた場所で起こっていました。午前8時15分ごろ、第一京浜国道を北へ向かった歩道上で、作業服姿の中年男性が倒れているのを会社員が発見。病院へ運ばれましたが、すでに死亡していました。この男性は、下関市出身の菅原博、46歳。彼は戦争で疎開した後、林業を手伝っていましたが、過去に窃盗や寸借詐欺を起こしては逃亡を繰り返し、13年間も行方不明でした。彼の身元は、皮肉にも過去に逮捕された際の指紋で判明しました。遺体に外傷はなく、所持品も少なかったため、当初は通常の行き倒れとして都の監察医務院に運ばれました。しかし、行政解剖の際、彼の遺体からも猛毒の反応が出たのです。警視庁が改めて菅原が倒れていた現場を調べると、遺体があった場所にはコーラを吐いた跡があり、そこから約100メートル離れた電柱の下に、栓のない、中身が7割ほど残ったコカ・コーラ瓶が発見されました。ガードレールには、栓をひっかいて開けたらしい傷まで残っていました。この瓶の中身からも、そして付近に落ちていた王冠からも、致死性の毒物が検出されました。ばらまかれた毒物とも法の懸念。警視庁は、他にも毒入りコーラがばらまかれている可能性が高いとみて、近隣署の警官を動員して辺り一帯を緊急捜索しました。午後0時50分ごろ、第一現場からさらに約600メートル離れた品川区北品川の長谷商店前の赤電話の棚に、栓のついた普通サイズのコカ・コーラが放置されているのを捜査員が発見しました。鑑識の結果、この瓶の中からも、極めて強い毒物の反応が検出されました。この第3現場のコーラは、直前に近くの中学3年生 A 君が発見していました。A 君は、喉が渇いていたので手にしようとしましたが、コーラの上部が少し色が薄く変に思ったこと、そして急いでいたこともあり、
飲むのを思いとどまりました。10分後、戻るとすでに捜査員がコーラを調べているところで、A 君は自分が猛毒から逃れていたことを知ります。さらに、第一現場でも間一髪で難を逃れた人がいました。アキラがコーラを拾う50分ほど前の午後11時10分頃、現場近くに住む中学2年生 B 君が電話ボックスに入り、床に転がっているコーラを拾い上げました。その際、線の隙間からコーラが少し漏れ、親指と人差し指を濡らしました。彼は思わずその指を一舐めしたところ、強い苦みがあったため、飲むのをやめ、コーラをまた床に横倒しにしたのです。毒物の特定と現場の特定、警視庁科学検査所による詳細な分析の結果、混入されていた毒物は青酸ナトリウムであることが特定されました。これは、毒物及び劇物取締法に指定されている猛毒であり、致死量はごくわずかです。一般には入手しにくい物質ですが、金や銀などのメッキ工場や冶金には不可欠な薬品で、犯行現場付近から川崎、横浜にかけての工場地帯には、メッキ工場が多数存在していました。3つの現場は、品川駅から半径300メートル以内という狭い範囲に集中していました。第1現場、檜垣明が死亡。濃度は不明ながら、致死量を上回っていたことは確実。第2現場、菅原弘が死亡。中身の7割が残っていたが、致死量の約10倍の濃度が検出されました。第3現場、未遂。なんと、致死量の約60倍もの濃度が検出されました。捜査では、犯人が事件の1ヶ月半も前から、犯行の準備と試行錯誤を繰り返していたという見方を強めました。前年11月中旬から、植え込みの中や電話ボックス内に中身の入ったコーラ瓶が置かれているのが十数人に目撃されていました。しかも、それらの瓶は数日経つと5から10メートルずつ場所を移動させられていたのです。中には小学生ぐらいの子供がコーラを拾い、落として割ったという目撃情報もありましたが、2日後には同じ場所に新しいコーラが補充されているのを見られていました。犯人は、放置されたコーラに対して、通行人がどのような反応を示すかを観察し、試行錯誤を繰り返していたと考えられました。捜査の限界と事故。犯人の有力な手がかりは、残されたコーラ瓶3本と王冠4個でしたが、指紋は一つも検出されませんでした。王冠には製造工場を示す、キーの記号がありましたが、製造本数900万本のうちのわずか4本であること以外、特定に結びつく情報はありませんでした。当時の新聞記事は、犯人像を2つの視点から推理しました。一つは、犯人が社会的に恵まれず、日頃の不満を正月という最も華やいだ時期を選んで爆発させたという見方。数年前に流行した、晴れ着に硫酸をかけるいたずらと共通する、社会への歪んだ反発心があるのではないかという心理です。もう一つは、猛毒性の青酸ナトリウムを偶然手に入れた犯人が、その毒性を試すために実験したという見方。若者に人気のコーラを使用したことから、犯人は中年以下、特に若者の可能性が強いとされました。青酸ナトリウムはメッキ工場などで広く使われるため、それらの工場で働いていた者、あるいはかつて働いていた者の可能性が指摘されました。しかし、捜査は難航を極め、事件は迷宮入りとなりました。1992年、平成4年、1月4日、事件から15年が経過し、公訴時効が成立しました。この事件は、自動販売機の普及が進む当時の日本社会に、無差別な恐怖という大きな傷跡を残しました。事件後、飲料の自動販売機は次々と撤去され、残ったものも毒物混入を防ぐための対策が施されるなど、社会の安全意識を根本から揺るがすこととなったのです。